どうも、夏休みがまだ来ない瀬戸和也でございます。でも、もう少しでまたいろいろなことが落ち着くので、活動頻度を増やせたらいいなと思います。2D も 3D も新規作成してるんでね、お楽しみにということでお願いします。さて、今回はですね、講座動画第2弾ということで、一工夫でそれっぽく見せる加工法でございます。このチャンネルで出しているメイキングのフィルアとかレイとかもその加工を少しやっております。1枚全部仕上げる時間がないとかでもちょっとイラストを描きたいっていう時にこれだけで見栄えが超変わるというか、とにかくエモくなるというやり方を伝授したいなと思います。いろいろペイントソフトで応用できるのでぜひ活用してください。結構コメントでやってくださいというのが多かったので今回取り上げてみました。それでは行きましょう。まず加工ということで下塗りしただけのイラストで説明していきたいと思います。今回モデルにさせていただいたのはバーチャル YouTuber のエゾカノちゃんです。ありがとうございます。自己紹介動画など概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。今回のイラストは下塗りだけなんですけれども、下塗りだけで完成だったとしても線画の色はキャラクターの雰囲気に合わせるとそれだけで見栄えは変わると思います。今回の場合エゾカノちゃんは暖色が多いので線画の色を茶色にして全体と馴染むようにしています。そしてもう結果から言いますと、このイラストが今後の一工夫でこんな感じになります。雰囲気がだいぶ変わりますね。どうでしょう。では、過程を説明していきたいと思います。ステップ1、下塗りのイラストをすべて統合しておきましょう。線画と塗りの2つのレイヤーのみにしておきます。そして下塗りをしていたレイヤーの上に新規でレイヤーを作ります。レイヤーモードを上算にして下塗りにクリッピングしておきます。そしてこのくらいの紫で塗りつぶします。不透明度を50から60くらいにします。そして消しゴムツールを使って輪郭の周りを消していきます。後ろから光が当たっているような雰囲気にすることによって影がついているように見えます。消す箇所は本当に何も考えずに輪郭、イラストの周りで大丈夫です。慣れてくるとここもう少し消した方がっぽく見えるとかも出るんですけれども、とりあえず今回は周りだけで大丈夫でございます。次に鼻と目の部分の影を消していきます。これは逆光というか、その影関連では全く関係ないんですけども、イラスト全体にメリハリがつくというか、個人的な好みで消しています。鼻かなと思う部分を消して、目の下部分、ハイライトになりそうな部分を消します。ここは個人の好みで削ってください。このステップだけで下塗りからはだいぶ手が込んでいるように見えます。ステップ2、光を当てていきます。影をつけたレイヤーの上に新規でレイヤーを作り、クリッピング。レイヤーモードは覆い焼き発光か加算発光で不透明度を80から90にします。エアブラシのようなふわっとした筆で明るいオレンジ色を先ほど影を消した部分にのせていきます。そして目、鼻、あとお好みで頬、光りそうな部分などに入れていきます。ステップ3、録画できていなかったのですが、線画レイヤーの上にさっきの光のレイヤーをコピーします。レイヤーモードは通常で、不透明度は50から60です。そして背景を薄い黄色で塗りつぶしたら、レイヤーウィンドウからすべてのレイヤーを統合で線画、塗り背景すべてのレイヤーを統合します。ステップ4、統合したレイヤーを複製し、ガウスぼかしをかけます。少しボケっとしたくらいがベストかなと思います。自分は初期状態の6くらいでいつもやっています。ぼかしたレイヤーモードをオーバーレイにして不透明度を好みで変えます。そしたら色調補正からトーンカーブを選択し適当にいじります。次に統合したレイヤーとぼかしのレイヤーの間に新規でレイヤーを作ります。わかりやすいようにぼかしのレイヤーを非表示にして真ん中のレイヤーを緑色で塗りつぶします。
レイヤーモードを差の絶対値にし、不透明度を下げます。ここで雰囲気が大きく変わります。ぼかしレイヤーを表示して、全体と馴染んでいるか確認します。今回緑色の具合がちょっと納得できなかったんで、色調補正から緑の色を少し青くしました。ステップ5。一番上に新規レイヤーを作成します。レイヤーモードは加算発光で薄い黄色を使い、目にハイライトを描いていきます。どこにハイライトを入れるかもお好みです。全体を見て調整していきます。とりあえず、大体の雰囲気はステップ5までやれば、だいぶもうほぼ完成に近いので、ここで切っても大丈夫かなと思います。続いて、ステップ6。ここからやらなくても大丈夫です。あんまり今回は変わらなかったんで。ハイライトのレイヤーの上に加算発光のレイヤーを作ります。トーン削りなど小さいつぶつぶが出る筆で適当に乗せていきます。それに加え放射ぼかしなどでなんか光ってる感を出します。次に色ずれをします。自分はオートアクションの RGB ずらしをお借りして使用しています。色ずれは文字通り色がバグったみたいにずれるやつです。色ずれをするまでのやり方を調べたら出ますので省きますが、ずらすときあまり大きくずらさず少しずれているかなぐらいで大丈夫です。大きくずらすと結構目が痛いので、ちょっと目立つくらいがベストかなと思います。ペイントソフトでの加工はここで終了です。ここで完成でもいいんですけれども、スマホでも加工したりするので簡単に説明しようと思います。スマホの加工は LINE カメラを使ってます。シャープを選択し、結構をつけます。これでエモいザラザラ感が出ます。画質が悪い感じですね。ここは好みの問題なんですけどね。次にアウトフォーカスで周りをぼかしていきます。顔を中心にタップして周りをぼかします。あとはサイドを上げたりフィルターをつけて好みに調整します。これで完成です。最初の影と光をつけるだけでだいぶ変わってくるので、ぜひ試してみてください。その他、グラデーションマップなども使って加工するんですけども、説明が結構長くなるので、これはまた今後やっていきます。パッと見てうまいと思う絵って、やっぱり全体の雰囲気が馴染んでることが大事かなと思うので、全体を拡大縮小させて見ながら雰囲気をつかんで描くと、今回の動画以外で最初から描くっていうとこからも生きてくるかなと思います。説明が難しい。今回は以上です。良ければチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。